皆さんこんにちは。健康料理研究家のマリアキサワです。なんと5月29日に52歳になりました。こんな素敵なゴージャスなお花も送ってきてくださって、ちゃこさんありがとうございますね。本当にゴージャスで、こちら大人な雰囲気満載でございます、ね、私もしっかり52歳、充実した、年にしたいと思います。でこの場を借りまして SNS でもたくさん誕生日のメッセージいただきまして、誠にありがとうございます。皆さんに応援していただいて本当にやる気満々のマリアキサです。で今日はね、ゆうこさんありがとう、ね、こちらの素敵な紅茶を、いただきながらちょっと今日ねご紹介するレシピなんですけれどもについて少しだけお話したいと思います。今日はですねデザートといってもマフィンなんですけど、ローカーボの、ダイエットにもよし、そして血糖コントロールされている方にもよしというようなねマフィン、こちらをご紹介していきたいと思います。で今こちらにあるのはストロベリーマフィンなんですけれど、今からご覧になっていただくものは紅茶マフィンになってます。味はご自分でお好きなものをね入れていただいて、そして楽しんでいただければと思います。で大豆粉を使ってますけれどもアーモンドパウダーも、使っていただきますので、いろんなアレンジを楽しんでいただければと思います。ということでですね、早速、レシピご紹介いたします。Okay, today I'm going to introduce you low carb, healthy, gluten-free muffin. So please enjoy. I'm using soybean flour, but you can also use almond flour.健康料理研究家のマリアキサワです。今日はマフィンを糖質オフで作っていこうと思います。お味はこちらのダージリンティー風味でマフィンを作ります。糖質オフということで今日はココナをオフコさんの大豆粉を使って作っていきます。そしてこちらがナチュレといって朝ダーメさんから出てるんですけれど、ステビアとエリスリトールが入った天然の甘味料になります。このステビアというのは少し渋みがあるんですね。でその渋みと紅茶のダージリンの渋みが非常にマッチングするということで、今回は紅茶を使っていきます。そしてこのアーモンドミルク、こちらはグリコさんから出ているんですけれど、こちらも使っていこうと思います。砂糖不使用のものをねセレクトしていただければと思うんですけれども、だいたいこちらが、糖質量なんですけど、炭水化物が1杯コップ1杯 200ml あたり 3.9g なので非常に優秀ですね。今日は大豆粉を使っているので豆乳を使っていただいてもいいかなと思いますけども、今日はあえてアーモンドミルクを液体で使っていきたいと思います。バターは食塩が入ってないものにしてください。そして今日はお酒も入れていきます。蒸留酒ですけれどもブランデー、糖質オフです。そして牛乳よりも糖質が低いと言われているこちらの生クリームも入れていきます。卵1つ、そして卵白ですねは2つ分の 50g、 そしてアルミを使用していないベーキングパウダーも入れていきます。はい、それではまずですね、こちらのバターですけれど 500W で30秒
レンジに入れていきます。はい、では温めている間に次の工程をお話しします。こちらバターには、この甘味料をね入れていこうと思いますので、ナチュレ、ステビアとエリスリとか、はい、こちらのナチュレを入れていきます。はい、こちらに入れていきますよ。それではですね、液体を入れていこうと思います。はい、まずは卵を入れますね。お菓子作りってね、すごく楽しいですよね。なんですけど、分量とか間違えちゃうと全くもって全然違うものがねできてしまうので、そこだけは皆さん気をつけてくださいね。今卵1個と卵白2個分入れました。ちょっと生クリームそしてブランデーです。でブランデーとかラムとかねお菓子に使いますけれども、蒸留酒で糖質豊富なのにもかかわらず甘いんですよね。ブランデー大好きですが、そして液体では最後のこちらのアーモンドミルクと紅茶、これ紅茶の葉っぱをね、ダージリンを煮出してます。アーモンドミルクでこちらを徐々に入れていきます。それとですね、今回ちょっとふるいにかけていただくお粉なんですけれど、こちらねすごく微粒でとてもきめの細かい大豆粉なんです。おふこさんの大豆粉ってなんですけれども、こちらの方でしっかりとねふるいにかけていただくと、さらに口当たりの良い、美味しいものが出来上がりますので、しっかりとこしてください。はい、そしてアルミフリーのベーキングパウダーを最後に入れます。そしてこちらもねしっかりと混ぜていきます。で、こちらのねマフィンカップが今日に置いてありますけども、この下にある網なんですが、タイガーさんのコンベクションオーブンの中にあるこの網ね、こちらの上にマフィンカップを並べました。このまんまこんな形でねすくってカップの中に入れていただいてもいいんですけど、今日はこのようなツールを使って、そして絞り出していきたいと思います。これ簡易的なものもね、絞り袋もありますのでね。
こんな感じで、最後までねローカーボの大豆粉で作ったマフィンが出来上がりました。